回は視聴者様からいただいた質問にお答えする動画です。その内容はセーフティカー先導中は追い越しできるのについてです。セーフティカーが導入されるのはイエローフラッグではドライバーの安全が確保できないと判断された時、例えばトラブルによって車が停止しているコース外のグラベルでも対象になります。または車同士の接触などによってパーツがコース上に落ちているなどレッドフラッグを出してレースを中断させるほどでもない時にセーフティカーが導入されます。セーフティカーが導入されるのは決勝レースだけです。それ以外ではフリープラクティスなどが始まる前にコースに異常がないかを確認する走行があります。決勝レース中にアクシデントが発生してセーフティカーが導入されると全ての車はすぐに停止できる速度までスピードを落とします。さらに前の車を追い越すことはできません。これでコース上の安全が確保されたことになります。セーフティカーは先頭を走る1位の車を見つけて前に入り安全な速度で走行します。レース中なので車同士の間隔が空いていますが、セーフティカーを先頭に間隔を詰めて隊列を組んでいきます。全ての車がセーフティカーを先頭に1列の隊列が完成すると、その中に周回遅れの車がいた場合にはセーフティカーを追い越して同一周回に戻す指示があります。同一周回に戻す理由としては、隊列の中に周回遅れの車がいるとセーフティカーが解除されてレースを再開するときに周回遅れの車は後ろの車を先に行かせる義務があるので、車が密集している状態で道を譲ることで接触やアクシデントを発生させる危険があるからと想像できます。周回遅れの車を先に行かせてもレースの順位は変わらないので問題ありません。このようにセーフティカー先導中は追い越しが禁止されているので順位の変動はありませんが、セーフティカー導入が宣言された後に順位が変わる時があります。それはピットインした時です。ピットインする意味はタイヤ交換をしたいからです。セーフティカー導入が宣言された時はコース上に車が散らばって走っているのでタイヤが劣化していて交換のタイミングが近い車がいた場合にはセーフティカー導入が宣言されるとピットに飛び込んできます。タイヤを交換してコースに戻れば他の車はすぐに停止できるスピードに減速しているので順位を落とさずにコースに戻れる可能性があります。コース上では安全に停止できるスピードに落とす必要がありますが、ピットロードは制限速度の時速80キロに変更はないのでここが勝負どころになります。同じようにタイヤ交換のタイミングだった車が複数いた場合にはそれらの車が一気にピットに流れ込む状況になります。そうなるとタイヤ交換にかかる時間が勝負になります。交換作業に手間取ると一気に順位を落としてしまいます。さらにピットロードを走行中の車を邪魔してはいけないのですぐにスタートできないとこれも順位を落とす原因になります。慌ててスタートしてピットロードを走行中の車に対して危険を与えるとペナルティが課せられて順位を落としてしまいます。ピット作業を終えてコースに戻れば追い越してはいけないルールに従って前の車の後ろに近づいて隊列を組みます。この状態でコース上の危険が排除されてレースが再開されるのを待ちます。レースが再開される合図はセーフティカー終了が宣言されます。セーフティカーがピットに戻るといよいよレースが再開です。先頭の1位の車はセーフティカーがピットに戻るまで加速するまでのタイミングを作ります。セーフティカーがピットに戻るとグリーンフラッグが出されます。これでレースの再開は1位の車の加速するタイミング次第になります。1位の車が加速すると後続の車も一緒に加速していきます。でもまだ追い越しは禁止です。コントロールラインを通過してからオーバーテイクができるようになります。コントロールラインを通過する前に前の車を追い越すとペナルティになってしまいます。以上がセーフティカー導入中に追い越しができるかのご質問の答えです。理解していただけたでしょうか。セーフティカーが導入されると今までのレース展開がガラッと変わるタイミングになるのでチームも私たちファンも興奮度合いが急上昇します。ルールを理解して一緒に F1 を楽しみましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。